パーで売ってるタイ、実際自分たちがやってる熟成の方法で美味しくなるか検証していきたいと思います。果たして美味しくなるんでしょうか。こちらです。食ってみ、飛ぶぞ。皆さんこんにちは。こんにちは。寿司ひろやです。今回はですね、こちらのスーパーで売ってるタイ、これを実際自分たちがやってる熟成の方法で美味しくなるか検証していきたいと思います。鹿児島県産のマダイ、養殖のマダイですね。柵の状態で、切り身じゃない状態ですね。もう皮も引かれてます。ちょっと開封していきたいと思います。よく熟成って聞くじゃないですか、はい、熟成寿司とか。熟成させるとどうなるんですか？そうですね、すごいカタカナのワードが出てきちゃうんですけど、特にやっぱタイですね。よく言われる淡白な魚、味がない。これが時間の経過とともにタンパク質がアミノ酸に変化していくんですね。でアミノ酸っていうのはよく言ううまみ成分の一つなんですね。なんでタンパク質がアミノ酸に変わると美味しく味がある風に感じますね。それが熟成かなと思います。で別に熟成の定義って何かって言われると、そんなにすごいかっちり決まってるものじゃないと思うんですね。僕の中では美味しくなれば熟成、ちょっと臭いなとか、美味しくない、まずいなと思っちゃったらもうそれは熟成じゃなくて腐敗ってやつですね。なるほどね。もうこっからここまで行くと熟成で、ここまでは熟成じゃないですよみたいなのはちゃんと決まってるわけじゃないです。もう1日経ったとしても熟成だと思いますし、3日でも1週間でもそれでも熟成だと思います。ビューン。で今回2つありますので、それぞれ日にちをちょっと分けて3日ぐらいのと1週間ぐらいかな、そのぐらいでちょっと考えてるんですけど、大丈夫なんですかね。それをちょっと普通の賞味期限的にはいつですか？賞味期限的には11っすよね。11、明日までですね。これを1週間やっていきたいと思います。使うものは至ってシンプルです。もうお塩だけ。これを、タイに当てて、で、脱水と臭み抜きをして、あとは、冷蔵庫の中で熟成していきたいと思います。でこれに関してはもういつも僕がやってるその感覚で、塩を当てて状態見ながら時間とかも測っていきたいと思います。はい。ちなみに状態的にはどうですか？そうね、悪くないんじゃないかなと思うけどね。そんな水っぽさもないし、死後硬直っていうのはもう溶けてるかなって。ブリブリした生きた魚っていうやつは身が硬いんですけど、多分そういう感じじゃないかなっていう。死後硬着してた方が美味しいんですか？いや別にそういうわけじゃないです。生き締めとかそういうの聞くと思うんですけど、生き締めされてる方が身がまだブリブリ、よく怒ってるっていうんですけど、生きてる状態ですよね。そうすると身が硬いです。すごいコリコリした食感になるんですけど、やっぱそういう魚ほど味がないですね。食感はいいけどやっぱ味がない。なるほど。はい。では塩振っていきたいと思います。これをこういう感じですね。実際ですね、お店で使う場合は皮をつけたままやるんですね。僕もちょっとこういう状態ではやったことないんで、どうなるか楽しみです。とりあえず5分ぐらいちょっと置いていきたいと思います。10分経ちました。水分出てきて、これぐらいでいいかなと思って、これ以上やるともうしょっぱくなりすぎちゃうんで、お水にこれ日本酒なんですけども、日本酒を入れて、でこの中に魚を入れて、ちょっと日本酒も適量ですか？適量で何リットルに対して何リットルの日本酒っていうわけじゃないです。真水じゃないようにしてるだけですね。では、お水からあげたいと思います。もう本当についてる塩を洗い流してあげる程度なんで、そんなに漬け込むってわけじゃないです。余分な水分をちょっとペーパーで拭いて、であとは冷蔵庫に入れて乾かしてですね、熟成させていきたいと思います。この状態だと美味しそうに、見えますよね。普通にうまそうね。果たして美味しくなるんでしょうか？普通にこれでもうまいんですか？塩振って。そうですね、少し塩振ってあげるだけでもやっぱ美味しくなります。浸透圧ですよね。浸透圧の関係で魚の内側の水分を抜いてあげる。臭みも一緒にその水分と一緒に抜けるんで、そういう作用があります。じゃあこの状態が一番美味しいかもしれません。そうかもしれません。ではここからですね、こっちの方が若干ちっちゃいんで、これを3日間、こちらを1週間実際に熟成していこうと思います。こんばんは。こんばんは。とある日の営業終わりです。ですね、前回ですね、タイを
3日間ほど寝かせると寝かせたよ。はい言いました。今日はそのタイを見ていきたいと思います。はいこちらです。結構見た目いいな。こちらのタイ、なんと8日間経っちゃいました。3日間寝かせると言ってたんですけども、実は8日目も1週間超えちゃいました。匂いとか大丈夫ですかこれ？匂いはねでないんだよね。見た目もなんか昆布締めしたみたいな感じになってて、そうすごく綺麗な状態です。食べていこうかなと思います。はい。おーいどうしたんですか？どうしたどうしたんですか？え？なんか切った感じが変なんですか？いやすごい脱水されてて、本当に昆布締めしたみたいになってて、あ、うまそうってことですか？そううまそう。へえ。これをねちょっと実際に食べていこうと思います。チャンネルはそのまま。では早速食べていきましょうか。これが、8日間寝かせた寝かせたマダイ、スーパーのマダイ。スーパーマダイです。じゃあちょっと食べてみましょう。大丈夫なんですかね？みんなで行こうと思います。うわ、チューズ。美味しいと思うけどな、多分握りにしては食べていこうと思います。意外といける。食ってみ。どうぞ。めっちゃおもろい今の。ちょっとやばい、つぼった今の。でも本当にわさびとシャリ入ると気にならんかも。あ、本当。わさびと醤油と酢飯が入る本当に気にならん。試してみ。無理や。もう。ということでですね、いやーすごかったね。いやー臭かった。よかった。本来は8日間ともう1個はもうちょっとね伸ばしてやろうと思ったんですけど、もうちょっとちょっと実験失敗ということでそうお腹がグーグーなってる。空いてるからやろう。まあ今回ちょっと実験失敗だったんですけど、ちょっとまた別のお魚とか試してほしいお魚があればぜひコメント欄に書いてみてください。はい、お願いします。では、この動画が良かったという方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。お店が気になったよという方は、概要欄の方から、ご予約をお願いします。お願いします。では、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバーイ。何一緒に食べよう。いいよいいよいいよ、それここも使ってほしいもん。みんなで食べよう。なんでみんなで食べよう。